テータス紹介と解説は動画の後半でさせていただきます。勝利しました。当然の結果です。撃破タイムは25秒でした。それでは解説をさせていただきます。ブラックスミスは破壊部位を持つため、ドロシーのスキル1のバフが非常に有効です。ドロシーのバフは与えるダメージ増加であり、ダメージ計算では次のようになります。このように同種類のバフの数値は加算なので、同種類のバフが増えるほど相対的に効果が小さくなります。ダメージ増加系のバフは最後に乗算で計算されるので、攻撃力バフより効果が大きくなります。例えば攻撃力4万、敵の防御力1万の場合、ダメージは次のようになります。一方、ドロシーの代わりにバーストレベル10のリターンを入れた場合、ダメージは次のようになります。敵の破壊部位限定ですが、このようにドロシーのバフの方が1割以上ダメージが大きくなります。ドロシーのバフはバースト中に最後の弾丸が当たった時に発動なので、バフを最大限に活かすためには、バースト発動直後に最後の弾丸を発射するように調整する必要があります。ブラックスミスは戦闘開始後、すぐにジャンプしてしまうので、ドロシーをオート操作にするとその間にリロードしてしまい、ドロシーのバフ発動が遅くなってしまいます。そのため、ブラックスミスがジャンプした時にリロードしないように射撃姿勢のまま待機し、着地したらアリスに変更してバーストゲージを貯めます。そうすることでこのように、アリスのバースト直後にドロシーのバフを発動させることができます。また、プリバティの残弾数減少効果により、バースト中常時ドロシーのバフを発動させることができます。続いて、アリスでの攻撃の際、対角線のライフルを狙うことで、このようにボス本体とライフルの両方にダメージを与えることができます。そのため、アリスは編成の一番左に配置し、ボスが右側に着地した時に最もダメージを稼ぐことができます。バースト終了時に全体ハイドすることでミサイルを回避します。その後、アリスの連射でバーストゲージをチャージし、マクスウェルのバーストでフィニッシュです。以降はステータスと装備のご紹介です。バースト時のアリスのチャージ速度は 104.82%、リロード速度は 110.2% です。ドロシーには現在、オーバーロードの攻撃力増加オプションがバーストに乗らない不具合があるので、ドロシーの装備をオーバーロードし、その不具合が修正されれば1回のバーストで撃破できるかもしれません。マクスウェルのバフをマクスウェルのバーストに乗せるために、プリバティの装備を外して攻撃力を調整しています。以上、
ご視聴ありがとうございました。